中年オタッキーです。なんかね、梅雨に突入してしまったみたいですね。今年の梅雨早いですね。まだ5月だぞって話なんですけども、しっかりご覧のようにね、雨が降っております。台風の影響もあるんでしょうけどね。梅雨時ということでね、豪雨災害とかね、これから気をつけていくことになると思いますし、写真もあんま撮れないという事態になっていくと思うんですけどね。この機会にカメラのメンテナンスとか、調整とかね、点検、その辺をね、時間を割いていただければと思います。で、今日はね、久しぶりにね、機材ネタになっていきます。ここのとこでも、カラーネガの現像とかそういうネタばっかりになっていたので、たまには機材ネタの動画を作ろうかなということで、ちょっとフラッグシップカメラね、マニュアルフォーカス時代のフラッグシップカメラ、キヤノンとニコンのフラッグシップカメラを集めてみました。これからちょっとうんちくでも語っていこうかなと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介していくのはね、キヤノンとニコンのマニュアルフォーカス時代のね、フラッグシップカメラたちになっていくんですけども、ちょっと一発にドンって持つことは台数が多すぎてできないんで、サムネイル画像をね、見ていただければ大体出てくるカメラはわかると思うんですけども、一眼レフカメラ時代に入って、やっぱ一番最初に登場するフラッグシップカメラといえば、このニコン F なんですね。ニコン F はね、伝説のカメラになったということもありまして、F2 がね、後継機の F2 が発売になった後も売られ続けた本当に伝説のカメラになっていますね。ただね、作り方としてはね、結構ニコン S シリーズを踏襲した作り方ということで、うまいこと作ったなぁというね、ことになります。基本的な構造はニコン S シリーズと共通してるんですけど、それにミラーボックスをぶち込んだという感じの構造になるんですね。でもシャッター幕はチタンだったりと、いろいろ細かいところは変わっているんですけど、シャッターボタンの位置とかね、シャッター速度とかは一緒で、ミラーをアップした状態でのね、シャッター音も同じというね、S シリーズの面影を色濃く、残しているカメラになります。こちらにあるのはニコン、F フォトミック FTN ですけども、よいしょ。はい。基本的にこの2台は同じカメラになるんですけども、ファインダーが違うんですね。こちらは露出系なし。こちらは露出系ありということで、もうこの時代にはね、とても考えられないような先進的な、TTL 開放速攻をね、すぐに実現したというね、カメラになります。ニコンのね、先進性をね、物語っているようなカメラになってきますね。で、キヤノンはね、このニコン F の独走を許してしまったということで、キヤノンの方はね、キヤノン R マウントというのを出しまして、FD マウントと同じ形ではあるんですが、カメラのシリーズ、キャノマチック R っていうシリーズを登場させるんですけども、ニコン F のね、画像は全然崩せないまま、気合を入れて次に出してきたのが、このキヤノン F1 なんですね。はい、キヤノン F1 はね、10年間モデルチェンジをしないというね、キャッチコピーで登場したすごい珍しいカメラになりますが、実際にね、途中でマイナーチェンジはしたんですけども、10年売り続けたんですが、実はね、初期型と後期型はめちゃくちゃにモデルチェンジしてます。膜軸の数が変わったりして、外観は一緒で、シャッタースピードとかね、スペックも一緒なんですけども、露出系のね、対応感度が変わったりとか、細かいところも変えてあるんですが、これはね、おたきが持ってるのは F1N 後期型になります。巻き上げのハンドルの角度がね、ちょっと小さくなったものなんですけども、この後期型からね、この巻き上げの感触がゴリゴリっていう感じになって、前期型の方が好きっていう人もいますね。で、この F1 が登場してすぐに出たのがニコン F2 なんですが、はい、ニコン F2 はね、ニコン F と比べて本当に正常進化で、シャッタースピードがマックスが上がったのと、裏蓋がね、開閉式になったと。ニコン F はね、取り外し式だったんですが、こちらは開閉式になったんですね。で、ガチャガチャ、ニコンのガチャガチャと言われるね、この爪をね、介して、その露出の、
情報をファインダーに伝えるのはそのままだったんですけども、終盤になってからは AI 対応になっているものが出ております。これはね、結構苦しい設計になっていたようでね、ニコン F2 は結構短命に終わってしまうんですが、これ非常に良いカメラになりますね。ちなみに、ニコンのフラッグシップカメラでフルメ書きはこれが最後になるんですね。で、次に出てきたのがニコン F3 になってくるんですけども、はい、ニコン F3 はね、ニコンのフラッグシップカメラとしては、初めて電子シャッターをフルに取り入れたカメラになります。基本的にメカシャッターはもうね、緊急シャッターぐらいしかないんですね。緊急シャッターはね、緊急ボタン、ここにあるんですけども、ここでシャッターを切ると90分の1で切れるんだったかな。電子シャッターが壊れたとか、電池がなくなったとか、その時でも一応写真を撮れるようにこの緊急シャッターを用意した、メカニカルシャッターを用意してるんですが、基本的には電子カメラになります。でね、オートが使えるようになったんですね。これはプログラムオートはないんですけども、絞り優先 AE が搭載された、システム変更なしに AE が使えるようになったニコン初のフラッグシップカメラになっておりますね。で、その対抗馬としてキヤノンが出したのがキヤノンニュー F1 なんですね。はい。ニュー F1 はね、この艶消し黒の塗装を対応したということで、結構賛否両論分かれて、オタッキーはなんで艶消しにしたんだろうなってね、ニュー F1 が出た時に、ね、結構思ったんですけども、AE も一応搭載されてますが、ワインダーをつけないとシャッター速度優先 AE が使えなかったり、AE ファインダーを搭載しないと絞り値が読み込めなかったり、なんか嫌がらせみたいな設計だったんですけどもね。マニュアルで撮りたい人はこのアイレベルファインダーでどうぞ、みたいな感じになるんですけども、そこはね、ニコン F3 はね、もう標準の状態で AE が使えるというフレキシブルなものではあったと思うんですね。これどちらもチタン膜シャッターを採用してまして、どちらもシャッター速度は最速で2000分の1ということでね、両者、キヤノンとニコンのね、ライバル関係が本当によく出ているカメラになりますね。ちなみにね、どっちが売れたかっていうのは明らかに F3 が売れた。しかもものすごいロングセラーになったんですね。ニコン F3 はニコン F4 が登場した後も長く売り続けられまして、16年間ぐらい売られたんだったっけ、かなり長い間売られていますね。キヤノン、ニュー F1 の方はね、もう EOS にバトンタッチして FD マウントが消えていくということになるんですけども、結構これもしつこく売られましたが、どちらかというと製造したもののね、在庫処理みたいな感じで長く売り続けられましたが、ニコン F3 ほどロングセラーにはなってないみたいです。このカメラたちをね、今回ね、なぜ取り上げたかというと、まだ使ったことがないという方が結構おられると思うんですね。特に中級機がね、結構好まれると。なぜかというと、AE が充実していたり、昔使っていたのをもう一回使いたいとか、そういうのもありましてね、例えばペンタックスのスーパー A を昔使っていたのはもう一回スーパー A を使いたいとか、A1 をね、使っていた人は A1 を買いたいとかね、FA を買いたいとか、そういうのはあるんですけども、フラッグシップカメラってやっぱちょっと敷居が高いのか、中古市場でも実はね、その普及機よりもね、安かったりするんですね。例えばね、ニコンのニュー FM2 とかはものすごい値段になっていますが、ニコン F はね、レンズがついててもヤフオクで15,000円ぐらいでフォトビックとか買えてしまうんですね。なんでフラッグシップカメラはみんな避けて通るのかと思うんです。特に、フルメカ機。このニコン F の時代ね。キヤノンだったら F1 の時代なんですけども、感触がたまらなくいいです。一番ね、オタッキーがね、最近ね、よく一押ししてるのがニコン F フォトミックなんですけど、もうこの感触を知ったらもうちょっとこのカメラから離れられないと思うんですね。ペンタックスの SP もね、結構音はいいと思います。かなり音はいいと思うんですけど、やっぱり F には勝てないと思いますね。巻き上げの感触も非常にいいですし、
シャッターの音、感触、このね、シャッターの動く感触がたまらなくいいんですね。動画ではね、ちょっと伝えにくいものにはなるんですけども、これはもうぜひ体感していただくしかない、と思うんですね。でね、ニコン F の場合は、このアイレベルファインダー機が非常に高価になっておりますので、このフォトミックファインダー機を狙えば意外と安価に買うことができますが、先週のね、ライブでね、ニコンはそこまでフラッグシップ値上がりしてないっていうね、話をしたんですけど、結構値上がりしてきてはいますね。ちなみに、オタッキーのこのニコン F フォトミック FTN は、ジャンクでね、5600円かなんかでレンズ付きで落札したんですよ。まあ、説明者、出品者が、カメラ完全に素人で、まともに動きませんというね、やつを買って、そんなわけない、絶対動くぞみたいな感じで買ったら、ガバナーは粘ってたんですけど、動いたんですね。で、ガバナーはね、そこからこのね、蓋を外してネジ4本緩めたらちょっと穴が開いたところがあるんですよ。そこからね、油を垂らしてたらそのうち動くようになるみたいな記事をね、見つけましたんで、それをやったらね、ちゃんと動くようになったんですね。よっと。これでね、現在はね、スローガバナも動いております。よいしょ、よいしょ。こんな感じでね、スローガバナも動いております。この時代のね、フルメカ機はね、とにかく調子を崩してもメンテナンスができると。逆に言えばね、メンテナンスをしないとちょっと厳しいという部分も実はあったりするんですけどね、高速シャッターなんか特にね、もうね、600分の1とか700分の1とか1000分の1がね、600分の1とか700分の1ぐらいまで落ちてしまったりするんで、メンテナンスをしなきゃいけないっていう部分もあるんですけども、メンテナンスをすればいつまでも使えると。いうところを考えると1台持っていても損はないカメラになるんじゃないかなと思っています。はい、こんな感じの動画になっていくんですけどね、皆さんフラッグシップカメラ持ったことがないっていう方ね、とりあえず1台試してみる。1台買ってみてはいかがでしょうか。結構ね、がっつりハマると思います。そんなわけでね、今日の動画、いかがだったでしょうか。フラッグシップカメラの魅力、やっぱり使ってみないとわからない。で、使ったらどっぷりハマって抜けられない。そういう魅力的なカメラたちですので、ちょっとお試しといってもね、安くはないんですけども、私ぐらいの年齢の人間から言わせれば、今は夢のような時代だと思います。だってね、さっきも言いましたが、ニコン F フォトミックがね、レンズ付きで15,000円とかでヤフーで落札できるんですよ。これね、僕らが若い頃だったらもう絶対考えられない値段なんでね。安くなった今しかないぞと。まだフィルムもありますし、で、フラッグシップのキャノン F1 とかニコン F が非常に安くなっている、今いい時代にね、ぜひ試してみていかがでしょうかということで、今日の動画の締めくくりになっております。はい、今日の動画こんな感じでね、ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー。今回の作品投稿のコーナーもね、非常にハイレベルでちょっと困っております。困るっていうのは変なんですけども。とりあえずトップバッター、スバールさんから。こんばんは、スバールです。またまた投稿させていただきます。先日、また亀沼メンバーで、猿島立石にフォトウォークしてきました。その時の写真になります。タイトルはまんま、猿島立石フォトウォーク。本当にそのまんまですね。機材はニコン F5 に2485、ED、フィルムは先日巻いた亀沼 WX、コダック WX ですね。D76 20.5 度8分。最後の写真はフィルム最後部分だったんですが、雰囲気が良かったので、投稿しました。よろしくお願いします。ということで、1枚目からなんですけどもね、猿島っておたきは行ったことないですけど、これ奥行きがある通路を取って非常に秀逸な写り1枚目になっておりますね。2枚目はもうね、定番中の定番の夕日ですけど、これ日の丸にしたのがまたいい感じ。広がりもあっていいですね。24ミリ側で撮ったのかな。で、3枚目がね、これね、フィルムの最後の部分なんですけども、このね、手すりを持った手でね、クローズアップして、それがね、フィルムの端っこになったところで、これ非常に印象的な作品になっておりますね。なかなかだと思います。スバルさん投稿ありがとうございます。次は池さんの投稿ですね。おたきさんお疲れ様です。作品投稿コーナーに投稿です。
まだ寒い頃から撮ったフィルム4本をゴールデンウィークにようやく自家現像したので、その中から我が家の桜を2枚投稿します。1枚目、機材オリンパス OM4 随行オート T135mmF3.5 フィルムマリックス 400D、タイトルは桜の雫。2枚目はオリンパス OM4 随行オートズーム 75150F4 フィルムマリックス 400D、タイトルは日和桜。自家現像、発色現像液オリエンタルカラー CN16 同と、38度 3.5 分、漂白エクタカラー RA の B 液のみ使用38度15分、定着スーパーフジフィックス使用38度15分、発色現像液はうなぎのタレ方式で、フィルム1本ごとに2から30%、20% から 30% 交換しています。漂白液はカラーネガ用ではないらしいので、なんちゃって漂白液ということで定着液も同じですね。マリックス 400D は赤が伸びると聞いたので、雨の日の桜に良いと選んだのですが、晴れの日でも良い感じで撮れました。2枚目ともスキャン後若干の調整をしています。結果、ビジョン3で撮るのも楽しみです。それではよろしくお願いします。ということで、作品なんですけど、1枚目。1枚目はね、確かに雫が映ってるんですけど、もうほんのりトリミングしてもよかったかなと思います。光はそこそこな感じですけどね、2枚目が非常に美しくなっております。ハイライトシャドウがね、しっかりしてね、桜の美しさを引き立てておりますね。現像もいい調子で出ていると思います。はい、池さん投稿ありがとうございます。次はね、池ちゃんさん、この池ちゃんさんの投稿ですね。中年オタキーさん、はじめまして。いつも動画拝見させていただいております。私は今年24歳で、去年の12月頃、友人の勧めでフィルムカメラを手に取りました。始めるにあたってカメラ選びを数ヶ月悩んだのですが、みんながよく使っているカメラは嫌だと、謎の思いがあり、フォクトレンダープロミネントというカメラの初期型を、買いまして、それを使い始めました。またマニアックなとこ行きましたね。そんなわけで初めてフィルムを入れて使った際の写真を投稿させていただきます。フィルムは富士のエクストラ400、レンズはフォクトレンダーウルトラン 50mm、開放 F2 です。1枚目は絞り F2、SS250 だったと思います。2枚目は絞り F8、250だったと記憶しています。1枚目は開放 F で、どれだけ映るかを見てみたくて撮ったのですが、左上に少しもやがある以外は想像以上に綺麗で映ってびっくりしました。2枚目は赤いポストが印象的なので何気なく撮った1枚ですが、現像して写真を見た際、こんなフィルムで綺麗に撮れるんだと感動した1枚です。最近フィルム高すぎてびっくりしていますが、ボソとやっていきたいと思います。中年オタキさんもお体に気をつけて頑張ってください。動画楽しみにしています。ということでありがとうございます。で、1枚目からなんですけど、1枚目はね、提灯を撮った感じになるんですけどもね、レンズに光がおそらく入り込んでいるんでしょうね。フレアが広がっています。これもうちょっとだけトリミングしてね、オタキはフレアを活かす感じで、左寄りにトリミングするから、オタキだったら。で、2枚目がね、これが非常に面白い写真になっているんだな。ポスト、赤いポストね、日の丸構図で入れてるんですが、後ろの風景が本当に昭和そのまんまでね、タイムスリップした感じになっているんですね。これね、構図としてもね、非常に面白い構図ありますが、もうちょっと右寄りにしたらね、左側がちょっと邪魔だったかなという気もしなくもないです。池ちゃんさん投稿ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんの投稿ですね。サムライジャパンさんね、前回、3枚投稿、バラ写真投稿したんですけど、1枚余らして、次に繰り越したということで、追加を、送っていただいておりますね。1枚目がね、修理上がったトリップ35での撮影。タイトルは、発見山前の桜ということですね。フィルムはコダックプロイメージ100使用ということ。2枚目はね、追加ということで、タイトルはぼんやりで、来ていますね。トリップ35でプロイメージ100で撮影ですということですね。で、1枚目から桜の写真なんで、これは八重桜になるのかな？北海道の桜ということでね、桜はいいんですけどね、後ろの小屋がね、なんとなく北海道だなっていう気がするのはオタッキーだけですかね。で、2枚目なんですけど、これが非常にいいんですね。これね、太陽がちょっと柔らかい光でね、海面に照らされているところを、これイカ釣り漁船のね、照明だかなんかでしょうか。光をね、透かして映しているんですね。これが非常に印象的な色が出ておって、美しいと思います。サムライジャパンさん、投稿ありがとうございます。次は、オンドリさんの作品ですね。
お疲れ様です。タイトル画面採用ありがとうございます。さて、久しぶりにモノクロフィルムで撮影しましたので投稿させていただきます。タイトルはイルカとハトでお願いします。神戸のポートアイランド公園で撮影したものです。機材は、富士カ ST701 スーパータックマ 55mm F1.8 イルフォード HP5 プラス400 PL フィルター装着 SPD 新液の1本目、20度で6分10秒現像です。晴れていましたが全体的に白っぽく黄砂の影響だったのか青空に雲を狙っていたんですが PL の効果はあまり出ませんでした。鳩が橋に重なってしまったのが残念ですが、飛び立つ鳩を手動巻き上げで電車など不可能ですし、まあかなと思いますという作品なんですけどもね、これね、イルカのモニュメントを撮ったものなんでしょうけどね、真ん中よりちょっと上ぐらいに鳩が飛んでるんですよね。これね、ものすごくディテールも出てますし、これはトリミングで対応した方が良かったんじゃないかなと思います。で、トリミング、オタッキーが考えるトリミングだとこうなりますね。これだとかなり印象的にほんのちょっとトリミングしてるだけなんですけど、かなり印象的に映ってると思います。これ結構ね、レベルの高い写真ですが、構図だけがちょっと残念だった。動き物を撮ってるんで構図は後から調整でも全然いいんじゃないかなとオタッキーは考えます。はい、オンドリさん投稿ありがとうございます。でね、作品とこのタイトル画面なんですが非常に悩んでおります。スバールさんの3枚目。池さんの2枚目。池ちゃんさんの2枚目。で、サムライジャパンさんの2枚目。構図が良かったオンドリさんの作品もね、候補に上がってたんですが、かなり悩んでおりますが、今回はね、ちょっとサムライジャパンさんの2枚目の色にちょっとやられましたね。これ非常に美しい。海面の色がね、ちょっと淡い、これグリーンでしょうか、ブルーでしょうか。おたきはちょっとこの色はあんまり見えてはないんですけども、非常に淡い色でね、で、太陽の光をイカ釣り漁船の正面にね、突き抜けさせたのが非常に秀逸だった。狙って撮った写真にはなるんですけども、これを狙うっていうのは結構足使ったんじゃないかなと思いますね。サムライジャパンさんタイトル画面ゲットおめでとうございます。そんなわけで今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日はね、ちょっとね、紹介漏れがありました。ケンタロウさんの作品なんですが、本当に申し訳ありません。おたきはね、これ、ツイッターの DM のね、並びでね、順番管理してるんですけどもね、いっぺんにドドドってきたらね、何遍も見ることになるんですよね。で、紹介したつもりになってたってやつだったと思います。本当にケンタロウさん申し訳ありません。そんなわけで紹介させていただきます。ケンタロウです。俺のカメラに投稿させていただきます。カメラはペンタックス SP です。親友から譲り受けた大切な SP、スペシャルですね。撮影はカメラがミノルタ SR1、フィルムがホマ400。シルバーソルトで自家現像しました。おたきさんのライブ見ながら撮った一枚です。変態が集ったライブでしたが、視聴者の層の厚さを思い知りました。おたきさんもくれぐれもお体ご自愛ください。運転途中でライブなんて感動もんです。ということで、こうするしかないんでね、おたきの場合。で、作品なんですけど、これ結構面白いんだな。カメラの中に埋まっている、ペンタックス SP というノリなんですけどね。オタッキーのカメラ保管庫もよく似た状況になっておりますが、ペンタックス SP のね、朝日ペンタックスのマークが何か自己主張をしているなという作品になっておりますね。モノクロの撮影の調子も非常に良くて、ホマ400、マリックス400なんですけど、インドアの写真を撮るにはね、最高のモノクロフィルムになっております。雨の季節で撮るのもね、非常に良いと思います。曇りとか雨でもね、結構印象的な写真になりやすいマリックス400、ホマ400ですけどもね、この時期にぜひ試してみてはいかがかなっていうフィルムになっておりますね。ケンタロウさん投稿ありがとうございます。紹介遅れてすいませんでした。はい、そんなわけで今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。久々の機材紹介というか機材うんちくの動画になったんですけども、写真の現像とかのネタがあまりにも多くなっていたので、そろそろ視聴者さんも飽きてきたのかなと思いまして、この辺で、機材紹介にさせていただきました。機材紹介ね、次の企画も考え
えております。次はやっぱりね、中級機で行こうかなと。結構ね、中級機ね、集まってきておりますので、1980年代ぐらいのマニュアルフォーカスに絞ってね、中級機を紹介する動画を作っていこうと思います。次の動画はちょっと違いますけどね。そんなわけでね、今日の動画はここまでになります。いかがだったでしょうか？高評価、コメント、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。高評価はね、今すぐポチッと押すだけなので、もうポチッと、今すぐよろしくです。コメントの方はね、たくさんいただいたら明らかに再生が伸びます。何か感じたこととかありましたら、どしどしコメントよろしくお願いします。チャンネル登録ね、結構弱っております。もうね、1ヶ月のペースが40人ぐらいになっております。頑張ってね、1万人目指しておりますので、ぜひぜひ応援ということで、チャンネル登録この機会によろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。